はーい、こんにちは、こんにちは、こんにちは。あずです。今日はですね、残りあと2日を切った遊興の激戦、やっていこうと思います。今日やるのはムアラニちゃん、カニを倒す。こいつですね。鉄鋼妖艶帝王。今だいたい3時間ぐらい通算で、だいたいギミックが分かってきて、今、こういうパーティーになってます。このボスはですね、一見すると普通のボスだったら、この本体のでかいカニを倒せばいいと思うじゃないですか。ちゃうんすよ。これね、本体のボスはね、全然ダメージ入らなくて、ポンってちょっと見てもらえばわかるけど、3万。これ、通常30万ぐらいいくんですよ、ダメージ。全然いかない。で、このバリアのせいかとも思うじゃないですか。ほら、このバリアもね、全く剥がれないんですよ。ちょっと今減ったの分かります？えいえい。えいえい。この通り、水攻撃やっても全く減らない。はい。運が悪いんですよ。周りにいる3体の小ガニちゃんの、ぶつきダメージ。こいつ倒した時に飛んでくんですよ。よ。大変だな。で、飛んでくときに、このカニさんに当たるんだけど、ほら、今2万出たの分かります？あれで削るしかないんですよ。で、2万なんて絶対無理っぽいじゃないですか。で、白ダメージが一体何で決まるかっていうと、このカニさんのシールドを剥がしてる間に与えるダメージ量で決まるんですよね。だからちゃんとマラニちゃん丁寧にダメージを出してあげて、今50万かな。今飛んできましたね。見ました？今56万ですね。43万ですね。みたいにちゃんと当てるとダメージが増えるんですよ。で、上のゲージ減ってるの分かります？上のゲージバリアはまだこの人ほら半分ぐらいあるけど、上のゲージは若干減ってるじゃないですか。で、こういう風にバリアとか関係なく倒すっていう、そういうギミックなんですよ。で、こいつ倒れてバリア剥がれて倒れてる時がやたらと短くて、ムアラニちゃんでうまくやっても2回か3回は難しいんですよね。ダメージ与えるの。で、1回あたりこのパーティーだと、うまくいっても80万ぐらいなんですよ。ダメージが。だから、160万与えられるか与えられないかに対して、このカニさん1回ぶつけると、80万ダメージ出せると。もうこのね、本体のカニさんになんかするっていう、そういうやつじゃないんですよ。で、吹っ飛ばして、その吹っ飛ばしたダメージで倒すっていう、これに気がつくまでに相当時間がかかった。ちっちゃいカニさんはいつももう炎が付着してるんですよ。だからこのパーティーに炎付着をする人がいなくて、もう、蒸発し放題なんですよ。こいつらね。だからいつもみたいに炎キャラがいなくて、その代わりに、モナとカズハで、なんとかすると。で、あとこの3人を集めるのが結構重要で、飛んだ。こういう風に。はい。はい。で、この小ガニさんがだいたい80万で、おそらくこの大ガニさんの HP が1000万ぐらいなんですよ。1000万ぐらい。だから小ガニさんを、だいたい10体 ?10 体与えて800万じゃないですか。こいつダウンすると140万食らうんですよ。だからそのダウンを2回取って280万かな。小ガニさんを10回か、10回当てて、800万。1080万ぐらいで、だいたいなんかそれで倒せそうな雰囲気なんですよ。だから小ガニさん10回、ダウン2回というのでやっていきます。
こういう風にばらけてしまうとダメなんですね。よっ。あ、こういう風に出てくるんですね。で、ここでモナに変わって、こうやってやるとダメージがほら100万いける。今30万。うわ、死にそうやな。この結構モナのチャージもきつくて、粒子をちゃんと回収しないとダメなんですよ。で、ここでうまく100万ぐらいを出す。70万。2、3、4。うわ、もう死にそうやな。とやると、どうでしょうか。ああ、死にまった。こいつね、めちゃくちゃね、ダメージでかいんですよ。この4万近くある。ムワラニでも死んでしまう。あー、なんかすごい低いダメージで飛んでっちゃった。これね、低いダメージで、飛んでかれても困るんですよ。あ、これいいですね。あ、いいですね。で、3体がうまく集まるところに行って、集まってないな。悪いな。で、ここで削れそうになった時に、この拡散をうまくちょっとできなかったな。この通り今全然減らないんですよ、このボス。ひるんでる時に。それなら数派で集めて、あ、真ん中に来られると困るな。どうかな。あ、ダメだ。25万とかだったらな。こういうのが続くとダメなんですよ。お、うまく集まったな。いいかな。77万いいかな。あ、でも7秒。もうダメですね。こんな感じなんですよ。今 8% ぐらい残り。ちょっとうまくスキルを回して、そのカズハがうまくカニ3匹を集められるかが重要で、それをうまくできたらそんなに難しくないとは思うんだけど、こいつさ、ぶっ飛ばしてくるんだよね。なんか変な方向に出たそっちに集まるんかい。どこ行っちゃった。真ん中に飛んでこられると困るな。これダメだ。何今の。今飛んできよった。ほんとだよ、いい加減にしてほしいよ。あれは余計わけないよな。今みたいに大ガニさんが飛んでこられると、ムワラニちゃん的にはダッシュで回避ができないから、できるけど、そしたら一回ほら、スタミナ消費しちゃって、攻撃が1回どころかかなり回数減らされちゃうんで、行動ガチャかな。無理だと思うんだけどな。
ちょっと次のカニさんが出てきてくれないんだけど。ちょっとモナのチャージがすげえあるはずなんだけどな。うわー。いや、今かなり良かったと思うんだよな。水中弦丸を撃っちゃうと、ダメージが低いまま飛んでいってしまうということが判明したので、ちょっと水中弦丸を省きます。これ、モナのチャージが足りないわ。300あればいいでしょ。分かったんですけど、普通、これ持ってたら、西風持ってたら、まあね、粒子を落としたいから、ポチッと通常攻撃をして、とにかく会心を出したいじゃないですか。会心を出さないと粒子が発生しないから。うん。だから、ポチポチ押したいんだけど、押してしまうと、小ガニさんのバリアが、早く壊れてしまって、ムアラニが大きなダメージを与える前にカニが飛んでいってしまうと。つまり、こないだまでネフェルのパーティーで通常攻撃を入れまくることに慣れていたけど、今回はなるべくモナの通常を当ててはいけない。うん、他の元素攻撃もなるべく当てないで、なるべく当てないでいかなきゃいけない。チャージを増やしました。はい。30% ぐらい増やしました。でなるべく毎回爆発を打って回復させたい。丁寧に集敵することかな。1回目はできるんだけど、2回目、3回目からちょっと雑になっていくので。山の地。風の赴くままに。これが運命です。いけるいける。うん。出発。ゴールは家に帰ること。注目。君にそっちあれ。我々は一人で戦ったりしない。旅が来たよ。ザブザブ差別をアタック。ワイドが脱落するなんて。うん。我々はうわー、惜しかったな。今すごかった。今は良かったんじゃないかな。結構行動ガチャな気がするけどな。どうなんだろう。かなりこれでも操ってるつもりなんだけど、行動ガチャを。今何が悪かったやろ。なんかいない。一体遅く出てくるとかやめてほしいよな。ミサイルが最後にこいつに飛んでってない。端っこに行き過ぎると飛ばない。エクストラは結構こせそうな雰囲気だったので、アルティメットもいけるやろうと思ったんだけど、ちょっと想像以上に難しかったっすね。通常攻撃でモナが西風で粒子を受け取りすぎてしまうと、シールドを剥がしすぎてダメージを与える前にカニが飛んでっちゃうので、西風の発動は最小限にしなければいけないということが分かり、ムアラニちゃんがすごい簡単に死んでしまう。床が炎になったのとか、一撃とか、飛んでくるのを、ムアラニちゃんはダッシュで避けられないから、そういうので死んでしまうので、相当キャラコンを丁寧にやらないと、すぐ死んでしまう。
カニさんを最後まで全部飛ばすことがうまくできてなくて、ちょっとただ50万とかだと足りないので、70万ぐらいが平均で出てくれないと。まあちょっとそういうわけで今日はちょっと時間切れですな、これ。悔しいけど。リーユのイベントをやってないので、どうしよう、先にイベントやらないと。ついにですね、最終日となってしまいました。なんとかするしかない。ここに来るまでにですね、3時間近くかかって昨日までのムアラニちゃん動画をまとめてきました。数針集敵して、で、3匹ちゃんと集めて、で、ムアラニちゃんでちゃんと大きなダメージを3回与えるということをやっていけば、もうかなり煮詰まってると思う。うっそー、参ったなー。カズハにフリーナが持ってんだけど、倉庫を持たせるという手があるんですよ。通常攻撃だけど、やっぱりダメージが95万で変わらなかったので、やめます。モナを強化にしてみました。ダメージを見てると、カニちゃんに与える白ダメージがたったの20万とかが結構多くて、112万だもんね。20万以上ダメージが。強化の方がやっぱ強くないか。うわぁ。うわ、ライちゃん生きてたな。まあでもいけそうだということじゃないですか。頼む。もう俺もビール飲んで、カニ食いたい。ねえ、おそらくぶっ続けで5時間なんですよ。今日だけで5時間はやばいでしょ。しかもその前に3時間この動画作ってますから8時間や。もう仕事やな。5ローテまでいかないと多分ダメなんですよ、こいつ。もう残り時間も14時間ぐらいになって、ちょっと今ダメっぽいな。やっぱりモナの爆発がないと相当ダメージ落ちるな。まあでもなんとか5ローテ間に合いそうだな。なんかミスが許されるとか言ってたけど嘘だったみたい。全然ミス許されないよな、これも。4ローテ目をちゃんと決める。5ローテ目じゃない？あれ？うわぁ、何やってんだお前。来てくれる？おっしゃ。しかしチャージがたまらない。いけそうだけど、やっぱりボスが倒れてる時に蒸発を狙う必要はないわ。今だってタイムもすごい良かったし、倒れてる時に蒸発を狙うんじゃなくて丁寧にダメージを稼いでいく。そのために全員をちゃんと襲撃する。もう6時間が経過しました。編集も入れると9時間ですね、今日。風を知れ。運命よ、ここにいでよ。大砲。来た来たよ。分け山の地。風の行く先を。運命には逆らえません。加速するよ。来たよ。はっせいはっ。どよめく神学火炎を刻め。どれ風を知れ。運命よ、ここにいでよ。出発。
響け楽のね。心配無用。風の行く先を。これが運命です。トリップオン。期待に勝つ。マイビッグウェーブ。ザブーン。やったや無理かと思った今。最後に爆発を撃ったのが正解だったってこと？きたーきたーやばかったっすね、今。いやー、いけるとは思わなんだ。はい、皆さん、ここまであずチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。まあ、ちょっと、さすがにね、合計8時間近くのものをまとめるとめっちゃそれだけでも時間がかかって、多分編集だけでも5時間ぐらいかかってしまい、どうやっても20分には収まりませんでした。はい。もっと短くできるかもしれないけれど。うん。で、大体、まあ、私がこんな感じで苦しんでる姿が分かったと思います。はい。で、もう次1週間したら新しい遊興の激戦が始まるということで、まあ休んでる暇はないし、他にもね、アークナイツエンドフィールドとかでも結構高難易度のところをやってるので、まあ大変だと思いますが、大体こんなことを毎日やってます。はい。で、今は、ゲーム中心だけど、アニメの紹介とかもしたいし、日常の、配信とかも普通にしようと思ってるので、いろいろやっていくつもりなので、ぜひとも今、皆さん、チャンネル登録してくださいね。はい。面白かったでしょ？ね。登録してね。頑張ったから。はい。というわけで、これからもあずチャンネルをよろしくお願いいたします。じゃあ、みんな、バイバーイ。